問題解決2つの対処法ということで、今回は情報提供をさせていただきたいと思います。例えばこんなケースを考えてみてください。皆様は工場で働いているということですね。でその工場のラインのですね、非常に重要な機械が壊れてですね、作業が止まってしまいました。さてこの時の対処法が2つありますけども、果たして2つ何だかご存知でしょうか。はい、2つのうち1つはですね、これ暫定対策という対策なんですね。それからもう一つは恒久対策というものになりますね。これ2つそれぞれ、解説を加えていければというふうに思いますね。まず1つ目の暫定対策なんですけれどもね、機械が壊れてしまって作業が止まってしまったんで、これ何とかしてですね、作業を続行させなければいけないですね。ですからこの暫定対策あるいは応急対策ということで、機械をね、修理をしてね、なんとかラインが動くようにしていくと、こんなところがですね、暫定対策になってこようかと思いますね。でこれはですね、一般的にはその場しのぎの応急処置というふうに言われてますね。もっと分かりやすく言うともぐらたたきのようなですね、形かなということなんですけれどもね、すなわち時間をかけずに、とりあえず傷は塞ぐことはできるんですけれども、時間が経ってしまうとですね、また同じ問題が発生する可能性が高いということですね。応急処置ですからね、そんなところですよね。忙しい職場ですとかね、余裕のない職場では、暫定対策に周知しがちというふうに一般的には言われていますということですね。一方で恒久対策ですね。機械壊れたんだけれどもね、もうこの機械もうすでに使ってもう20年以上経っていてですね、もうそもそもね新しいものを買おうとしても同じものもないし、修理する部品も実はもう残っていないとするならば、LINE そのものもですね改めて考えていかなければならないですよねというようなことなんですね。すなわちこの恒久対策はですね、根本対策というふうにも言われていますね。問題の本質を捉え、二度と同じ問題が起きないように対処をしていくということですね。ですから真の原因を追求をした上で、そこにですね対策を打っていくということですから、効果性はとても高いですね。ただし原因究明と対策に時間などのリソースが必要ということで、暫定対策と恒久対策それぞれメリットとデメリットはあるわけですけれども、それぞれ状況に応じてですね、使っていく必要がありますということですね。一般的にはね、当面は暫定対策を取りつつ最終的には恒久対策を取るということが望ましいというふうに考えられますね。先ほど申し上げた通り、恒久対策についてはですね、やっぱりリソースの投入というのが必要ですので、問題の真意追求並びに対策案の意思決定、こういったところにですねやっぱりマネージャーの覚悟が必要になってきますということですね。今の時代安易にリソースを投入するというのはなかなか難しい時代ですのでね、マネージャーが決意を持ってですね意思決定していく、そんなことが求められるということですね。とはいえ効果性は非常に高いのでですね、やっぱり常に恒久対策というのを念頭に置きながら仕事をしていくということがやっぱり中長期的な視点ではとても必要なことになってこようかと思います。以上、問題解決2つの対処法ということで情報提供をさせていただきました。